はじめましての方もこんばんは。最近プラモを2体同時に作っているはずなのに、積みプラが全く減らなくて悩んで眠れない男ゆうちです。皆さんはどれくらい積みプラを積んでいますか？そろそろ年末ですからね、どれくらいあるのか僕も整理整頓しながら積みプラを数えていきたいです。このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日魔改造されていくプラモを見ていきましょう。今日改造するプラモは女神デバイス相川愛花人愛です。このキットはアリスギアとのコラボ商品なので中にゲームで使えるコードがあります。ただ僕はこの愛花を持っていないので、このフル装備状態をゲーム内で楽しむことができない。まあそんなことより気になると思うので早速開けていきましょう。パッケージ絵などを見る限りではそこまで装備はでかくなく多くない印象だと思っていたのですが、ランナー数はとても多いです。その分余剰パーツなども結構あるので、いらないパーツを説明書で確認しながら切り離しましょう。それではパーツを切り離していきます。切り離すとこんな感じ。そしてさらに組み上げるとこんな感じです。そしてさらに立たせるとこんな感じです。パッと見とてもロリ体型ですね。最高です。武装類をつけなくてもとても可愛いキットなので、小さい子が大好きな紳士にはぴったりです。次にギアを装備したところを見ていきましょう。このプラモの成型色は全体的にピンク色ですが、今回のこのキットのピンク色は何種類かあり、特に武装類でよく塗り分けされております。素組みで組み上げて飾っておくのもとてもグッドです。さて今日はこいつを改造します。とてもいいキットだったので、ただの色替えだけにしようかなって思ったんですが、運命のいたずらですかね。 HG144 分の1デスティニーガンダムを今日はこのプラモをミキシングしていこうと思います。ちなみにデスティニーガンダムを作るとこんな感じです。そしてさらに愛花と並べるとこんな感じです。今回も細かいレビューなどは異様に動画が長くなってしまうのでレビューはカットします。それでは早速改造の方していきましょう。では行こう。まずは膝関節から作っていきます。今ある関節だとうまくパーツが噛み合わないので、愛花の膝とデスティニーの膝をミックスします。デスティニーの膝を真っ二つにして愛花の膝を少しヤスリなどでシャープにしたら、デスティニーの膝の中は空洞なので、そこに愛花の膝を差し込むように接着させます。接着すると形が結構不格好なので、大きすぎる部分は切り取りヤスリ掛けをし、パテで形を整えます。そしてできた関節に膝下はデスティニーの足、膝上は愛花の足を取り付けるとこんな感じです。これで足は完成。次に腰を見ていきましょう。腰パーツは別売のボトムセットを使います。サイドの腰パーツにはまずボトムの方に 3mm の穴を開けて、 Z ランナーにあるボールジョイントの径がデスティニーの接続部分の穴と同じなので、これをサイドに仕込んであげればサイドスカートは完成。次に後ろのスカート部分を見ていきます。後ろのスカートはまず接続に邪魔になりそうな部分を切り落とします。そしてリューターで少し内面を整えます。整えたらポリキャップで余っているこの四角いやつを形を整え、接着剤で固定します。ボトムの根元にはサイドスカートと同じく穴を開け、Z ランナーのボールジョイントを仕込んでいきます。これで後ろの装甲は完成。前面のスカートパーツは既存の穴に 2mm と 3mm のプラ棒を仕込んでおいて、マスキングゾルを塗りプラ板にスタンプをして穴を開ける位置を決めます。穴を開けたらプラ棒たちをプラ板に接着剤で固定します。よく乾燥させたら一度腰パーツからプラ板を取り外し、形を整え中央に 2mm の穴を開けておきます。次に愛花のボトムの方に 2mm の穴を開けてプラ棒を刺します。そこに今作ったプラ板を取り付け接着すれば前面のスカートは完成。完成した腰パーツがこんな感じ。さてまだあるのでどんどんいきますよ。続いて手の甲には 2mm の穴を開け、腰パーツと同じくボールジョイントのパーツを差し込みます。そしてデスティニーの裏面の装甲をスッキリさせて余っているポリキャップパーツを接着します。これで手の甲は完成。続いては腕の装甲は一度3つにぶった切り、その後少し大きさを整え再び接着剤でくっつけます。乾燥を待っている間に手首に 3mm の穴を開け、
プラ棒を差し込み接着します。一度仮組みをしてプロポーションを確かめながら最後接着剤で固定していきます。これで腕回りは完成。次に肩パーツを見ていきます。肩パーツだけはこの別売のパーツを使います。肩パーツにはこの武装拡張パーツをはめるのですが、拡張部分はいらないので切り落とし、少し上の部分に 3mm の穴を開けプラ棒を差し込みます。デスティニーの方には 3mm の穴があるので、これを後ろまで貫通させて 3mm のプラ棒を差し込み接着剤で固定します。次に今作った2つのパーツをつなげる関節を作ります。1mm のプラ板を2枚貼り付けたものに 3mm の穴を程よい幅で開けてくっつければ完成。続いて後ろのバックパックを取り付けていきます。既存の接続軸はいらないのでカットします。そしてヤスリで少し表面を整えたら、そこに新しく 3mm の穴を開け 3mm のプラ棒を差し込み、ソルラプターで使わなかったちょうどいいジョイントパーツを接着します。少しパテやヤスリなどで段差を整えてあげれば完成。最終的な形を見ていると、こんなに形が変わるんだったらソルラプターのジョイントパーツじゃなくてもよかったななんて思いました。そして最後に頭部です。頭部の V 字アンテナはこのまま取り付けると少し小さい感じがするので、プラ板を使って一から大きめの形を作ります。1mm のプラ板になんとなく形を描き、なんとなくの形で4枚切り出します。切り取った4枚のプラ板を一度ミスターセメントで接着させ、元のアンテナをよく見ながらヤスリで形を整えます。いい感じになってきたら、接着した部分の中心をデザインナイフで切り込みを入れながら2つのパーツに分解します。その後ミスターセメント SP でがっつり接着し、ヤスリで先端を尖らせていきます。そして中央に赤パーツを取り付け、裏面に 1mm のプラ板を取り付け用に仕込んでおきます。最後にアイカの頭部に 1mm のプラ板がはまるような溝を掘っておけば頭部 V 字アンテナの完成。だいぶ長かったですが、これで大まかな改造は終了。一度立たせてみるとこんな感じです。今回も全ての武装パーツをオミットすることなくミキシングをしたので、なかなか大変でした。この後細かいヤスリがけや合わせ目処理などがあるのですが、今回はカットします。他の動画でやったりしているのでぜひ見てください。それでは塗装の方行ってみましょう。では行こう。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装時の腐食防止や塗装の食いつきを良くさせます。次にサーフェイサーエボで肌パーツ以外を全部これで灰色に染め上げます。そういえば皆さんの思い出に残っているデスティニーのシーンは何ですか？普通ならかっこいいシーンや活躍してるシーンを思い浮かべるかもしれないんですが、アスランにボコられてるシーンばかりが頭に浮かんできます。なんででしょうかね。次にブライトロイヤルブルー、ウォーカーブルー、ローズディープレッドを使って青の装甲パーツを塗っていきます。次にウォーカーブルー、ローズディープレッド、クリムゾンレッドを使ってデスティニーのウィングパーツやその他の赤パーツをこれで塗ります。次にアルティメットホワイト、オレンジイエロー、クリムゾンレッドを使って V 字アンテナなどを塗っていきます。次にウォーカーブルー、ローズディープレッド、アルティメットホワイトでメインの白を調色し塗ります。ビーム砲にはオーロラグリーン、ピュアブラック、ウォーカーブルーを使って青緑色にして塗ります。ソードの方にはウルトラマリンブルー、ウォーカーブルー、アルティメットホワイトを調色して薄い水色にして塗ります。黒い装甲パーツにはピュアブラック、ローズディープレッド、ウォーカーブルーを調色して黒紫色を塗っていきます。
次に GX ラフシルバーを使ってブースター周りを一度銀色に染め上げます。その次に今塗ったブースター周りに純色シアンを塗っていきます。そしてブースターの周りや関節などには GX メタリックブラックを使っていきます。パールローズディープレッド GX メタルブラックを使ってビームライフルを少し塗り分けします。肌パーツには下地にサーフェイサーパステルピンクを塗ります。そして肌色にはフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 を1対1に混ぜたものを塗ります。髪の毛にはコーラルピンクピュアホワイトを調色しピンク色に染め上げます。そして髪の毛はグラデーション塗装をするのでよく乾燥させたら一度クリアのトップコートを拭きます。その後ローズディープレッドを少し足し髪の毛にシャドウをつけていきます。大雑把に塗りよく乾燥させたら次に塗りすぎてしまった部分をメラミンスポンジでこすり取っていきます。こすりすぎると下の明るいピンクまでこすり取ってしまうので優しくこすっていきましょう。こすり終わるとこんな感じ。陰影がはっきりしていい感じになります。さてエアブラシによる塗装は以上。ここからは筆などによる部分塗装。まずはメタリックグレーとブラックを混ぜたものをデスティニーの羽の間に塗ります。次にエナメルマゼンタ、フラットレッド、ロイヤルブルーを使ってアイカのボディの筋みたいな部分を塗ります。次に墨入れブラックを使って墨入れをしていきます。はみ出た部分はエナメル薄め液を使って拭き取っていきます。次にホワイトとフラットレッドを使って顔の口元を塗ります。次にデカール。デカールは前インフィニットジャスティスで使い残したデカールと市販のデカールを組み合わせて使っていきます。フェイスデカールは付属しているものを使います。次に化粧。100均で売っている化粧品を使って顔にチークを描いていきます。最後にトップコート。クリアとツヤ化粧1対1に混ぜたものを全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。相川愛花デスティニー行きます。
いかがだったでしょうか？今回の女神デバイス相川愛花とデスティニーガンダムのミキシング。個人的にはプロポーションバッチシに仕上がったとは思うのですが、動画1本分にまとめようとしたために多大な時間を要してしまったので、もしまた美少女の装備も一緒に作るってなったら、前編は美少女装備、後半はガンダム装備で分けようと思います。さて、今日の動画は以上になります。劇場版シードでデスティニーガンダムのかっこいいシーン見てみたいなって思った方は、チャンネル登録、熱い高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またな。